持ってきたよ。すまんな。よっしゃ。わあ、えっぺ釣れたね。まず魚釣りが好きな人だの、旦那さんは。朝からこんな寂しいところに一人で泳ぐあぎねえもんだ。釣りもだが、わしはこの青沼が好きなのだ。ここへ来ると気持ちが落ち着く。なしてなしてか。マキ、人間50年も生きるとな、人間が嫌いになるのだ。特に白勤めの紙紐を着た亡者どもがな。人間が嫌い？ほんじゃおらも嫌い系、旦那さん。お前か。お前は好きだ。そうけさあ飯にすべ。そうするか。ああ、竿を離せてもダメだ。マキ、肩につかまれ。怪我したか。怖かったか。怖かったよ、今のものを見たか。あれは何だ。恋だっていうのもなんだかよくわかんねえ。この沼の主だって聞いたと思うら。沼の主。姿見た者は死ぬって。何。ほら死ぬかもしれねえ。バカを申せ。そのようなことを迷信と申してな、信ずべきことではないのだ。本当だ。オラのお供、昔山出内の前に沼の主を見たっていうだ。おさきさん、武蔵野。マキ、青沼の主のたたりがあるとしても、それはそなたには関わりのないことだ。たたりならわしにある。釣り上げようとしたのはわしだからな。尾関十太夫はこのたたりを信じようとはしなかった。しかしこの怪魚の出現に何か不吉な予感を感じた。伝七郎、約束通り決着をつけに来た。父十太夫と明月院の後進にとのあらぬ噂を流した張本人は確かにお主だな。あらぬ噂？事実を言ったまでよ。元大目付と尼さんの色事だ。せがれのお前には耳が痛かろうが、俺たちには格好の酒の魚というわけだな。言うな。よくも抜け抜けと。父十太夫、いや尾関家の名にかけてお主を切る。おう、望むところだ。
勝ったな伝七郎。一対一の勝負のはずだったぞ。ほざくな。切れ。山を下りてきた十太夫は青沼での出来事を思い出しながら、足はその山裾にある明月院に向かっていた。どちら様でいらっしゃいますか。まあ尾関様。お勤めの邪魔をしてすまなかった。これを置いて立ち去るつもりだった。まあいつもすみませぬ。また青沼にお出かけだったのですね。命の選択にな。近頃はこれしか楽しみがない。あまり摂取をするとあなたに叱られるが。いやごめん。もしあなた様と私とのことで嫌な噂を耳にいたしませんでしたか。もしやあなた様にご迷惑がかからねばと心を痛めておりました。口さがない愚か者の噂気にいたすな。はい。旦那様、鶴之丞様が反対し合いで。何？果たし合いの相手は伊部伝七郎です。伊部のせがれか。鶴之丞がそう申したのか。いいえ、宗助から聞きました。兄上は私たちには何もおっしゃらなかったのです。視力を尽くしたと見える。伝七郎も生きてはいまい。あなた。
鶴之丞がなぜこのようなことになったのかご存知なのですか？なぜこの母の私にも打ち明けずに果たし合いに出かけたのか。それはお前様のせいです。母上、おやめなされませ。鶴之丞は尾関家の恥を晴らすために伊部伝七郎と。母上、父上。伊部伝七郎は生きておりますぞ。何？しかも不審なことがあります。今夜法重寺の墓地に藩士2人の遺体が埋葬されました。お小姓組の津川俊也と作事組の平田の次男孫三郎です。2人とも伊部伝七郎の取り巻きですぞ。それは本当ですか、兄上？本当だ。伝七郎は岸本道場の免許とはいえ兄上には遠く及ばぬ腕前だ。津川と平田に助太刀を頼んだに違いない。卑怯な。父上。待て千又、軽々しいことを申すな。この一件わしが調べる。そなたは明日より鶴之丞の代わりとしてこの尾関家を継がねばならん。軽挙妄動は慎むことじゃ。酒が苦いか、伝七郎。津川と平田、かわいそうなことをしました。私一人で戦えばよかった。そなた一人で鶴之丞に勝てると思うのか？勝敗は時の運。勝たないまでも引き足をさらすよりはましです。甘ったれたことを申すでない。我が藩のご定法では藩士同士の死闘は禁じられておる。それをあえて破った思いの度胸は父はそれなりに勝っておる。誰も卑怯者などと思いはせん。いや、そのように思う者がおればこの父が許さん。しかし尾関の親父が黙っていないでしょう。黙ってはおるまいな。奴のことだ。頭から湯気を立てて乗り込んでくるであろう。しかし奴には何もできぬ。すでに2年前に大目付の役を退いた尾関十大軍には頼るのはわずか200石の家禄だけだ。わしは今は無役とはいえ伊部家は殿の血筋につながる戦国取りの名門よ。200石が1000石を相手に喧嘩ができると思うか？申し上げます。かなえ様と杉戸様がお見えになりました。通せ。はい。しかし十太夫と父上は現職の時以来犬猿の仲だったんでしょう。年寄りが堪忍袋の尾を切らすということも。200石の家を潰す気でか？十代はそれほど愚かではない。まあそう心配するな。奴のことはわしに任せておればよい。お邪魔つかまつります。いかがいたした？津川平田両名の埋葬を滞りなく済ませてまいりました。そうか、ご苦労であった。両家とも病死の扱いにて殿様よりお上へ取りなしのことよろしくと。それは分かっておる。杉戸、言っとくが津川と平田は勝手に助太刀したんだ。いいか、奴らは勝手に死んだんだ。道場の仲間にはそう伝えるんだぞ。それは違います。
津川も平田も病死でございます。伝四郎殿こそその旨しかとお忘れなきよう。さよう。それでよい。それでどれ一杯使わそう。鶴之丞の遺体はお上をはばかり、未明のうちに菩提寺に密葬されていた。嫁の目はこもおらず、あの通りの病身じゃ。うちの中が落ち着いたら実家へ引き取ってもらう。哀れな。梅はお前様を恨むですよ。仲のいい夫婦だったのです。お前様と私とは違うて。何を言いたいのだ。明月院の光神様とのことはお前様はやましくはないのですか。よせ。そのようなことを口にするのも恥ずかしいと思わんのか。でもそのために鶴之丞は死んだのですよ。やましくないとおっしゃってください。それならば。やましくはない。鶴之丞は男の意地を貫いたのだ。男と男の戦いだ。女がとやかく言うことではない。昔からずっとそう言い続けてこられました。男のことは女子には分からぬと。死んだ者は帰らん。諦めろ。お前様のことはもう諦めました。今度は子供のことを諦めなければなりませぬか。千又と峰がいる。そういえば峰は朝から姿が見えんようじゃが、どうした。勝目付様配下の杉戸殿に会いに行きました。杉戸に？お前様ご存じないのですか。峰は杉戸様と将来を誓い合っています。そうか。杉戸は頼りになる男だ。さすがに峰は目が高い。褒めてやろう。でも杉戸殿は伊部様のお気に入りですよ。それは表立っての職分からだ。本音は違う。杉戸はわしの腹心だ。そなたに何がわかる。女子の口出しすることではありませぬか。出かける。やあ、峰さんか。おはようございます。この度は兄上鶴之丞殿のことを何とも。そのことでお話があって参ったのです。さあ。兄の千又は津川平田お二人の不審の死のことを疑っております。勝目付のあなたが事の真実を知らぬはずはございますまい。峰さん、それを確かめに来たのか。いいえ、女の私が口出しすることではございません。でも父が黙ってはおりますまい。おそらく父はあなたを通じて事の真相を確かめようとするでしょう。どうなさいます杉戸様。あなたは伊部様のご信頼も受けてらっしゃいますお立場上、もし父にお会いになりたくなければそれでもいいのです。峰さん、その代わり今日限り私とのこともなかったことにしてくださいませ。何を言う。
部さん、私はお父上の良識を信じるだけだ。杉戸様。司祭は大目付長沼からの報告で存じておる。恐れ入ります。十太夫、つらかろうがここが我慢のしどころじゃ。伊部はそなたが大目付在任中に山城屋から受け取りし賄を追及され、自ら勘定奉行の職を退いた。その恨みは消えてはおるまい。昨年来頻発した赤石郡30か村の百姓一揆の原因は、川戸港の開発に際して農村より長期にわたって大量の人夫を徴発したためでござる。なるほど、川戸港の拡張は藩の懐を豊かにしたが、百姓は困窮し、民心の不安は嫌ましてござる。それは川戸港における交易の利益を独占しておる山城屋吉兵衛があまりにも巨大な富を築いたためでござろう。野瀬殿、山城屋はこの1か年の間に己の利益を藩の金蔵に1万両も献金しておりますぞ。さよう、その献金があればこそご城代の多大なる後ろ盾を得て山城屋今日の戦後を欲しいままにしてござる。ご城代一人ではない。勘定奉行伊部殿が独断で山城屋に与えた数々の利権は目に余るものがござる。何を言われるご家老。大目付尾関十太夫、お手前が今日まで調べ上げた山城屋と勘定奉行の裏取引を公開するがよい。殿のお許しを得れば。苦しゅうない。はっ。なれば要点のみを。川戸港拡張作事請負に関し、藩は入り札をもって請負人を定めることといたした。その作事方には勘定奉行伊部立脇殿に決す。入り札は4名をもって行われ、山城屋が落札し、その金額は山城屋に内通されていたと思われる。伊部殿は入り札以前、一昨年春3月4日に山城屋の競合で五条家料亭花火師に再三出入りいたし、その間に入り札に関しての防御を図ったと思われる。料亭花火師会合の日付、念のため申し上げようか。3月4日夕刻より深夜に至る。3月18日、4月9日、4月20日、当夜山城屋より高額の金数伊部殿に渡る。あれ以来藩政は正され、財政は正常になり、そなたの功績は大きかった。そなたと伊部とは岸本道場の龍子と謳われた昔からの宿敵同士。十太夫、腹も煮えようが我慢じゃぞ我慢。伊部ごとき卑劣な男のためにお絶景を潰してはならん。分かっておろうな。ご家老、そうか。巷の申したことはまことであったか。残念ながらなお昨夜根木町の医者が伊部の屋敷に呼ばれ、
伝四郎殿の手当てをしております。伊部の屋敷では医者にそのことを外に漏らすなと固く口止めしたそうでございます。伝七郎の怪我はどの程度に？額にわずかな麻手を負ったのみでございます。杉戸、わしは今にして悔やんでおる。鶴之丞に鬼走りの秘剣を授けておくのであった。鬼走り？師匠岸本六郎左衛門が編み出した一撃必殺の秘剣よ。藩内でこれを使う者はわししかおらん。鬼走りをもってすれば伝七郎の卑怯な策も容易に打ち破れたはず。尾関様、後悔先に立たずじゃ。伊部は悪運の強いやつじゃ。老婆心ながら申し添えます。津川俊や平田孫三郎と共に病死の届けを出して認められております。平田は部屋住みで差したる差し障りもありませんが、津川の場合は5歳の子供に相続が叶いましたので、果たし合いの件が公になりますと津川の家では困惑いたしましょう。いずれにいたしましてもお気持ちはさることながら城下に騒ぎを醸すがごとき行いをお慎み願います。分かっておる。心配出すな。まさか伊部の屋敷に切り込みもかけぬわ。わしも家を潰したくないからの。それより杉戸、峰のこと頼んだぞ。峰は女だてらに小太刀を使うようなじゃじゃん馬だが、あれでなかなか親思いの優しいところがある。そなたとのことを聞いてわしは久しぶりに心が和んだ。幸せにしてやってくれ。ありがたきお言葉にございます。待て。伊部が放った犬じゃ。鶴之丞の葬式が済んで2日経った。姉上は私を軽蔑してらっしゃるのではありませんか。なぜそのようなことを？私が兄の敵を討とうとしないからです。あなたはお絶起を継いだのですよ。仇討ちなんて二度とおっしゃっちゃいけません。そうでしょ？はい。でも私はあなたよりもお父様の方が心配なんです。お気づきになりませんか？お父様のお顔が一日一日険しくなるのを。お父様はきっと恐ろしいことを考えていらっしゃるのではないかしら。恐ろしいこと？お見事でございます。何？父上、大関の親父が来ました。来たか。お前の出る幕ではないぞ。
よいな。尾関か。珍しいではないか。この庭を見るのは久しぶりであろう。久しく見なんだ。子供の頃よく二人で走り回った。貴様があの石から池に落ちたのを覚えておるか。覚えておる。ぼうぼう40年じゃな。わしも今それを考えていた。しかし今日は昔を懐かしむために来たわけではない。分かっておる。さあ上がれ。今三国志を読んでおる。わしも貴様のおかげでだいぶ暇ができたのでな。こういうものを読めるようになった。それは長女。来た要件は分かっておるであろうな。うん。せがれどもがした果たし合いのことであろう。拉致もないことをやりおった。貴様のせがれには気の毒なことをした。待て、わしはせがれのことを嘆きに来たわけではない。土台尋常な果たし合いなら貴様に会いに来たりはせん。ほう、果たし合いに不審でもあるのか。不審とは白々しい。貴様のおとぼけにはこれまでも随分と手こずったが、こたびのことははっきりさせるぞ。何を言うやら。文句があるなら申せ。貴様とわしの仲だ。遠慮はいらぬ。それで申した二人は伝七郎に助勢したのだ。ほう、どうしてわかる。その二人がせがれどもとは別に分け合って果たし合いをやったかもしれんではないか。証拠を挙げたと言ったろうが、津川平田の両名はせがれどもが戦った不動の森で同じ夜切り死にしていた。貴様の言い逃れは通用せんぞ。せがれは伊部伝七郎と果たし合いをいたすと若藤宗助に告げて家を出た。女性を伏せてあるとは夢にも思わなんだろう。貴様のせがれは卑怯なことをやったものよ。伝七郎は知らぬことだ。何？二人は勝手に忠義立てして加勢したのであろう。ではなぜ止めん？伝七郎が恥を知る武士なら身を挺して二人を止めるべきだ。加勢は貴様がつけたのか、立脇。何は言うか。一人息子の命惜しさにそうしたか。なるほど、貴様ならそれぐらいのことはやりかねんな。中を申せ。それでどうせよと申すのだ、十太夫。伝七郎に腹切らせろ。嫌だと言ったら。嫌ならこたびのこと洗いざらい公にするまでよ。
大目付に告げ裁きをいただく。貴様、そんなことをやればどういう始末になるか承知しておるのか。もとより承知しておる。家が潰れるぞ。貴様の家だけではない。津川も平田の家もだ。いや、津川平田はことが明らかになれば咎めはあっても潰れはせん。死闘の金に触れて潰れんのはこの家とわしの家だけだ。一千石と抱き合わせなら心中しても悔いはないわ。正気か、十代。この家は潰れはせん。仮に貴様の言うようなことが調べで明らかになったとするか。だがそれで潰れるのは貴様の家だけよ。この家に処分があってもまあせいぜいが慎み、それも長いことではない。頭を冷やせ十代。それぐらいのことが読めぬ貴様でもなかろうに。そうか。所詮最後の決着は伝七郎も貴様も切るしかないということか。貴様とせがれの命預かった。ごめん。父上、なぜ黙って返したのですか。あのような公言を吐かせて切って捨てればよかったでしょう。バカ者！お前はあの男の怖さを知らん。どうするの？父上、伝七郎お切りになりましたか。追っ手があろうかと思いご家政に駆けつけたのです。愚か者。お父上はめったなことでは刀をお抜きにならないと、そう信じてまいりました。ちまた峰の方が父の心を分かっておるようじゃの。なぜです。なぜ伝七郎お切りにならないのです。わしが会ってきたのは立脇だ。伝七郎風情眼中にない。もどかしい話です。伊部親子を切れば己の白の証がはっきりつくではありませんか。バカ者。世の中そんなに甘くない。人間己一人で生きてるわけではないぞ。父上。兄上、父上を信じましょう。父上だってお苦しいのです。どこからでもかかってまいれ。お見事。十代の剣はこのようなものではないはずだ。拙者も幼き頃亡き父から一度話には聞いてはいましたが、十太夫の鬼走りの剣、いかようなものか。
伊部立脇は未だ見たことのない十太夫の秘剣鬼走りと対決する宿命をひしひしと感じていた。所詮最後の決着は伝七郎も貴様も切るしかないということか。ご不幸のことは円徳寺様からお伺いいたしました。おいたわしゅうございます。幸信殿、伊部とわしとはどちらかが倒れるまで戦わねばならぬ前世の宿命というべきか。何をおっしゃいます。そなたが25年前世を捨ててこの伊織に住んだのも、言うならば伊部とわしとの間に不吉な血の匂いを嗅ぎ取ったからではないのか。おやめなされませ。許してくれ。わしは今日危うく伊部を切りそうになった。そんな己が恐ろしくなってここへ来た。一体何があったのでございますか。さあ、お上がりなされませ。我慢をなされません。我慢を。そのように激しく人を憎むものではありません。尾関様は昔と少しもお変わりになりませぬな。伊部はどうじゃ。奴は変わったか。いいえ。近頃来たのか、奴は。去年の暮れにお見えになったきりです。もう一服差し上げましょうか。いや、もう結構。世俗を捨てたそなたにこのような醜い話をしてすまなかった。いいえ、尾関様のお心が少しでも静まればそれで嬉しゅうございます。かたじけない。それから数日後、梅は尾関家を出て同じ城下にある馬回り役80石の実家に帰ることになった。お姉様が尾関の家にいらしたのは4年前のちょうど今頃です。お庭のしだれ桜がとても美しく咲いて。覚えています。兄上と姉上は夫婦雛のようにお似合いでお幸せそうでした。私は幸せでした。4年間
とても短いことのようにも反対に長いことのようにも思われます。峰さん、千又さん、私はあなたたちを実の兄弟のように思っております。これからもずっと。お姉様、私たちだって同じですわ。ねえ兄上。うん。これから先も何かあったら陰ながらお力になるつもりです。ありがとう。さあ、もうこの辺で。宗介、はい、参りましょう。はい。奴らだ。兄上、相手になさいますな。鶴之丞の嫁も実家に帰るところか。うん。千又の面を見たか。鼻の下を長くしよって。見たぞ見たぞ。締まりのない。千又は兄嫁に化粧しているんじゃないか。うん、バカなことを言うな。あんた藤木様、下劣な想像をやめろと言ってるんだ。何？待て。そうか、杉戸。貴様峰に惚れてるものだから尾関の肩を持つんだな。そうだろう。まあ無理もない。恋は思案のほかというわけよ。のう杉戸。関わりない。お主たちが武士にもあるまじき下劣な中傷をするから咎めただけだ。ほう、ご立派なことよな。いやいや、こやつは初めっから尾関の回し者なのよ。こやつの親父はな、尾関が大目付に在職していた時の手下だった。伊部様をお奉行の席から蹴落とした犬よ。父を犬と呼んだな。おう、貴様も犬よ。親子にいない尾関の中堅ではないか。津川平田両名のことがいち早く尾関に筒抜けになったのはこやつのご中心よ。なるほど。伊部様もお気の毒に飼い犬に手を噛まれてはな。言うな。やめろ。やめろやめろ。女が入っては喧嘩にならん。おい行くぞ。杉戸様。旦那さん、なしてそんなに足が速いんか。化け物に会いたい信者。旦那さん引いてるよ。うわあ、大きいのだね。旦那さん、どうして？なんだ？それは十太夫に迫るおぞましい宿命への挑戦であった。何？
なんだべ今頃。漁師か。秋までは鉄砲撃つのご法度だのに。お見事。おお、これはいい。伝四郎様。父上。何事です、ちまた。父上はおられませぬか。出かけました。どちらへ？山です。また釣りです。青沼ですか。どうかしたのですか？降ってくっど帰ろう。いや。なして先に帰れ。晩飯まで帰る。やだ帰ろう。旦那様、お嬢様に大変なことが起きました。すぐおいでください。何？どうしてもいらっしゃるのですか？お気持ちは変わりませぬか？すまぬ。よくよく考えてのことだ。わがままを許してくれ。一体お潮で何があったのです？詳しくお話しくださいませ。無念だ。私は伊部伝七郎の仕掛けた罠にむだむだはめられてしまったのだ。昨夜鉄砲ぐらい何者かが忍び込み鉄砲一丁盗み出した。昨夜の見回りの責任者は私だった。お目付け殿、鉄砲が見つかりましたと。赤田さん、喜ぶのは早いわ。お目付け殿、この鉄砲は念のため杉戸の家を探索しましたところ、天井裏より発見されましてござる。何？杉戸、この鉄砲を盗んだのは貴様だな。何を申される。我が家の天井裏に鉄砲など全くもって寝耳に見ず、身に覚えがござらん。黙れ！見回り責任者たるお前が何たることか。この件直ちに大目付様に報告し沙汰を仰ぐゆえ、自宅にて神妙に控えておれ。私はただの盗人に鉄砲を盗まれたのなら腹を切るつもりでいた。杉戸様。しかしこれは罠だ。私を陥れるために伊部一派が仕掛けた卑劣極まる罠だ。そう気がついた時、私は死ぬ気はなくなった。いや、こんなことで死んでたまるかと思った。だから家も藩も捨て、命ある限り地の果てまでも逃げる気になった。峰もお捨てになるおつもりだったのですか？嫌です。私どこまでもついていきます。よろしいでしょう。峰さん、
お父上に申し訳ない。父上はきっと許してくださいます。杉戸作之助、脱藩の罪にて捕縛いたす。神妙にいたせ。もはやこれまでだな。さあ、そなたが先に出なさい。そなたには罪はないのだ。旦那様、間に合ったようです。指図役はどなたかの。それがしでござる。どう始末をつけるおつもりか。ここに来てやがて一時になります。そろそろ処分せねばなるまいと考えておるところでござる。処分？切り込ませるつもりか。出てこねばやむを得ぬことでござりましょう。わしの娘がいることは承知であろうな。いかにも承知しております。娘と話をさせてくれ。杉戸が脱藩を図った以上、売ってをかけるもやむを得んとも。がしかし娘は杉戸に同行しただけじゃ罪は軽かろう。小屋から出してくれ。娘子は我らの説得を聞き入れられません。杉戸と一連卓勝のお気持ちと見えまする。だから父が説得しようと言っておるのです。家へ帰ろう。いずれこうなることは私には分かっておりました。お前様には見えませんでしたか。うかつな杉戸殿とのことは捨ておいてはなりませぬと何度も申し上げました。でもお前様はお取り上げになりませんでしたな。重苦のみ空で哀れな子よの。こんなに思い込んでいたのならいっそはように式を挙げてやればよかったのに。
十太夫にとって一家の重なる不幸は人の計らいを超えたまがまがしい運命の手で運ばれてきたようにも見えた。十太夫は知らず知らずのうちに青沼の主のたたりを信じていた。しかしたたりと思えばむしろ決して敵に後ろを見せない十太夫であった。旦那さん、お化けはあれっきり出てこんね。旦那さんがあんまり執念深いで、お化けの方が恐ろしゅうなったんだろきっと。そうかもしれんな。そうだ、きっとそうだ。しかし第三の不幸は目の前に迫っていた。姉上、しばらくでございます。皆様お変わりございませんか？ええ。峰様のことでは皆様どんなにかお心をお痛めだろうと案じておりました。いや、あの説は。今日でちょうど一月になりますのね。峰も姉上の心遣い喜んでおるでしょう。ところで姉上、いや梅殿は今何をしてお暮らしですか？私、毎日何をしているとお思いになりますか？わかりません。ご家中の若い娘子たちを集めてお茶の作法を教えております。だから今は実家の者にも何の迷惑もかけずに気楽に過ごしております。あなたのお父上のおかげです。父上の？お父上は再婚する時の費用にしてもよし、また好きな茶の湯や華道を教える元としてもよかろう。ただし他言は無用と多額の金子をくださいましたの。あの父上が？ええ。お父上はどうしていらっしゃいますか？青沼に行ったっきりですよ。めったにうちには帰ってきません。まあ、父は母の顔を見てるのが辛いのでしょう。母は抜け殻のようになってほとんど口を聞きませんから。お気の毒に。梅殿は他に嫁がれる気はないのですか？嫁ぐ気なぞありませぬ。しかしその女子は行く末ということも考えねばなりませんぞ。良縁があればお考えあってしかるべきでしょう。私は梅殿にもう一度幸せになってもらいたいのです。ありがとう。それでは私はこれで。
何か用か？だいぶ話が長かったではないか。見ておったぞ。何のことだ？おや、尾関はとぼけるらしいな。たった今物事話していたではないか。長々なんなんと楽しげだったぞ。無礼な。あれは兄嫁だぞ。そんなことは分かっておるさ。だがあの女子はもう貴公の兄嫁ではあるまい。赤の他人だろうが武井の若苔と申してな。あの通りの美人だから我らの仲間内にもただならぬ関心を寄せるやつがおっての。さよう。もっともあの後家が誰ぞになびいたという話はいまだ聞かぬがな。それがどうした？そのわけがようやく分かったぞ。千又、貴公がいるからだろ。何？おお、赤くなったぞ。お図星か。さては貴公、昔美しい兄嫁と何かあったな。言うことはそれだけか？何？くらえ！どうする貴公ら？いべに心中立てするならば相手になるぞ。伝四郎様！伝四郎様！伝四郎様！ご立派なご最後でございました。伝七郎を討ち果たしたか？はい、そのように申しておられました。これで何もかもなくなりました。お前様はただ建前だけで尾関の家、子供たちを大切にしてらっしゃいました。でも本音は違います。お前様の本音は家や子供たちのしがらみから離れて空飛ぶ鳥のように勝手気ままにお生きになりたい、ただそれだけだったのです。
一筆書面をもって申し入れ候。せがれ千又は伝七郎殿と果たし合いの末、今宵切腹つかまつり候。かくなる上は老山の我らに移しよの未練はこれなく、ようやく西の河原で祝宴の決着をつける時に至れるものと決意いたし候。すべては貴殿との長く悪しき因縁より生ぜしこと、覚悟つかまつり候。明日八つ半、不動の森にて貴殿を待つ。立会人一切不要にござ候。朝尾、もう寝たか。いいえ。明朝そなた実家に帰れ。尾関家はこれまでじゃ。相次ぐ不幸に見舞われたのは誰のせいでもない。強いて言えばわしと伊部のせいじゃ。わしも伊部も、いやわしだけかもしれぬ。この世の狭い枠の中では生きられぬ業の深い男じゃった。そのような男の妻となり一生をうずもれさせたそなたには心から詫びを言う。この恋は伊部様がお持ちくださいました。来たのか、伊部が。はい、つい先ほどお帰りになられました。途中ですれ違われるほど。お会いになりませんでしたか。いや。さあお上がりなさいませ。伊部様に果たし状を出されましたそうな。奴がそう申したか。はい。で何と言っておった。逃げることもできぬだろうとそう申しておいででした。
ぜお笑いになります？尾関様、1000石と200石の抱き合わせ心中じゃ。とうとう来るところまで来たと思うてな。それが嬉しゅうございますのか？増殿、わしは生まれて50年一度も己の心のままに生きたことがなかったように思う。そなたのことにしてもそうじゃ。あの時わしがシャニムにそなたを抱いてしまえば、そなたとて世捨て人になることはなかったはずだ。今さら詫びてもせんないことだが。おやめなされませ。この世の最果てに来て初めて己に忠実に生きる度胸が座ったのだ。笑うてくれ。お子たちを亡くされて悲しみのあまりそうお思いになられたのでございましょう。そうとばかりは言えぬ。確かにわしは家を子供たちを大切にしてきた。しかし失ってみると全ては虚妄であったと悟った。家の幸せなどわしには初めからなかったのだ。恐ろしいことをおっしゃいます。お気持ちはわからんでもありませぬが、果たし合いなんて悲しゅうございます。そなたを泣かせるのは本意ではない。詫びる。そなたの言葉で申せば、いわば輪廻に運ばれてここまで来た。引き返すことはできん。ところで伊部は何しに来た？わしのように名残を惜しみに来たのか？どうした？伊部様は私を抱きに来られたのです。今生の思い出に一度私を抱きたいとそう申されたのです。驚かれましたか？生臭いことを打ち明けるとお蔑みでいらっしゃいましょうな。驚きはせぬ。蔑みもせぬ。伊部の気持ちはよくわかる。で、抱かれたか？尾関様はどうなされます？お望みならば私は拒みはいたしませぬ。昔からそう心に決めておりました。わしはよい。こうして増殿にゆっくり会えただけで十分じゃ。わしの代わりに長生きしてくれ。どうしても行かねばなりませぬか？思い残したことはございませぬか？
小三郎か。おお、よく来た。臆病風に誘われて、あるいは来はせんかと心配したぞ。バカを言え。貴様の剣を恐れてなぞおらん。それは結構。しかしよく心を決めた。せがれを殺された。もはやこの世に楽しみはない。ご同様だ。貴様と切り合って死ぬも一興と心に決めた。よかろう。存分に切り合おうぞ。鬼走りを使うか。10代もとよりうまく走れるかな。走ってみせる。小三郎。
粗末にするなよ。旦那さん、どうしただ？今日は魚釣りしねえのけ？もう釣りはやめた。なして？何もかも終わったからだ。え？ここの主も退治したし、マキ、もう安心するがよい。主よ、嘘だ。どこざいる？化け物はわしの心の中に住んでいたのじゃよ。え？達者で暮らせ。どこさ行く？旅へ出る。旅に？俺も連れてって。